では見ていきましょう。ドイツ軍飯号の蓋になる兵式飯号の上皿と中皿、中子と言ったりですね、中蓋と言ったりしますけど、についてのお話です。飯号を扱っている動画なので、カチャカチャうるさい動画になってますけど、ご了承ください。これが兵式飯号ですね。日本の飯号。一般的なポピュラーな飯号ですね。正式名称、ロゴ飯号と言います。で、これですね。中皿、中蓋や中子って言いますけど、正式名称は掛け子と言います。まず言わないですね、掛け子って。で、この手のタイプの飯号はですね、ロゴスとかキャプテンスタークとかいろんなところから販売されているんでですね、お持ちの方も多いと思います。ほぼほぼ、サイズに違いはなくてですね、鶴の長さが違ったりするんですけども、だいたい飯号自体の大きさは一緒と思ってください。そしてこれがドイツ軍飯号ですね、オリジナルの実物です。これにこの中皿ですね、こういうふうに蓋としてぴったり合うんですね。そら豆型なんで、この形もですねちゃんと合ってるんで、なかなか優秀です。で、コンテナですね。このコンテナにももちろん合います。本体の鍋よりコンテナの方が小さいんで、もちろんサイズ的にはぴったしです。で、ドイツ軍の飯号のこのコンテナにはこういうふうに穴が開いてます。なんで穴が開いてるかと言いますと、ここに上蓋のハンドルを引っ掛けてこうジョイントさせます。こうやって兵隊さんたちが昔はですね、食料配給受けてたわけですね。ただキャンプとかではですね、いらない機能なんで、不要な穴なんで塞いだりもします。この穴ごと覆ってくれるんで、蓋としてはとても優秀だと思います。で、上蓋に合うかどうかっていうふうにやってるんですけども、ご覧のように、ぴったりなんでですね、かぶせる分にはいいとは思うんですけども、これでなんか調理しようとかする分にはすぐ外れちゃうと思うんで、厳しいかなと思います。上皿を試してみたりもするんですけど、こっちの方がまだ使えるかなっていう感じですね。やったことはないんですけど、やったことねえのかよって話なんですけど、自作の蓋を作ったんで、そればっかり使ってます。コンテナを本体に入れた状態でもですね、きっちり蓋として上皿は大きいんでですね、使えます。中皿もいけたような気がします。映像にはないんですけど、でこれ何やってるかというとですね、組み合わせられないかと、スタッキングできないかとやってるんですけど、ご覧のようにハンドルが干渉してですね、うまいこといきません。で、ハンドルをずらして、これアルミなんでですね、先端紛れやロックできるんじゃないかっていう話なんですけど、見た通りかっこ悪くてですね、やらない方がいいです。やってる人もいないと思います。個別に持っていった方がいいですね。合わせりゃいいってもんじゃないですね。中皿でもやってますけど、こっちの方が小さいんで余計に無理でした。これは試しにやっているだけです。こんな感じですよって。レプリカですね。悪い方のレプリカって比較動画で言ってたやつですね。なんですが、サイズ的には実物と同じなんで、こういう風にちゃんと蓋として機能できます。曲がってたりするんで結構しっかりはまってるんですけど、これはアルミなんでどうとでもできます。で、レプリカのコンテナも
このように問題なく併式飯号の中皿が蓋として使えます。で、もう一つのレプリカですね。いいレプリカとか言ってたやつですね。レプリカにいいも悪いもないんですけど、悪いレプリカしかないんですけど、これもサイズ的には一緒なので、蓋として合います。コンテナにも合うんですけど、このコンテナは最初のレプリカのやつと同じやつを流用してるんでですね、合うのは当然です。東ドイツ軍の飯号ですね。これも実はサイズ的にはこういうふうにご覧のようにですね、ぴったりで蓋として使えます。で、東ドイツ軍飯号のコンテナはこういうふうにハンドルがついてるんですけど、ハンドルを格納したままこういうふうに蓋として使います。炊飯したことあるんでですね、この状態で結構便利でした。併式飯号はですね、飯号を使われる方は、まず最初に購入されると思うんで、お持ちになっている方多いと思います。なので、その後にドイツ軍飯号をですね、購入された方はこういう蓋としての使い方ができますよということで、試されてください。ということで、おしまい。